皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いし東ます。京ゲームショー2024イベントステージに皆さんお集まりいただきありがとうございます。東京ゲームショーもいよいよ最終日となりました。そして皆さんお待ちかねのプレイステーションプレゼンツデスストランディング2スペシャルステージをスタートしていきます。さあこれからどんな最新情報が発表されるのか。歴史的なそんなにないですよ。本当ですか。そうですか。多分期待されてると思いますのであります。歴史的な90分になると思いますので皆さん最後までお楽しみください。改めまして司会進行を務めさせていただきます私アナウンサーの柴田翔平と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてこちらにいらっしゃる2人はご紹介するまでももうねありませんけれども、お一方ずつ自己紹介よろしくお願いします。じゃあ先に、本日、参加をさせていただきます三浦大地と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。一応ですねゲスト MC 的な、ダブル MC 立ち位置で、呼んでいただいてはいるんですけど、でも柴田さんいらっしゃるんで、もうほとんど僕やることないと思うんですよ。そんなことないですよ。もう一応東京ゲームショウのオフィシャルサポーターという、ことを今回やらせていただいているので、もうそれで呼んでいただいたという感じで、一ファンがただ紛れ込んでいるというような、形になると思いますが、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして監督、小島です。朝早くありがとうございます。待機列でまだ来れてない方もいると思うんですけど、中継というか配信してますのでそちらでご覧ください。でこれ90分しかないんで、今回僕はあんまり喋んなということなんで無口な小島秀夫でいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、改めて三浦さんは、一ファンがというふうにおっしゃっていましたけれども、本当に小島監督の作品の大ファンということで、そうですね。お二人の関係性というのはどうなってるんでしょう。関係は付き合ってはいませんよ。もちろん友達というか親友というかね。そうですね。一度対談をさせていただいてからいろいろお付き合いさせていただいて、15年もっと前ですかね。20年ぐらい、15年ぐらいだっけ。対談。いや対談はもうちょっと最近じゃないですか。2015年とかってことですか。そうですね。そうなんです。でもそんぐらいからごめんなさい。そんぐらいだと思います。という感じですね。家の帰りにちょっとスタジオに遊びに来てくれたりとか。そうですね。呼んでいただいたり。来てくれたりとか。僕は本当にもう子供の頃からの小島さんの作品のもう大ファンなので。本当に今でも夢なんじゃないかとまさかこんなことになる人生になると思ってなかったので本当に光栄です。本当三浦さんもファンの一人として今日は楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。さあそして小島監督、本日は改めて一体どんな内容になるんでしょうか。5年ぶりの TDS のステージ生ステージなんで、そこをフューチャーしようということで、どちらかというと日本向けの声優さんも来ていただいているんで、ちょっと日本向けのお祭りというかそういう感じになります。ありがとうございます。そのお祭りにふさわしいですねゲストの方々を早速お呼びしましょうか。それではゲストの方に登場していただきます。こちらの方々です。皆さん拍手でお迎えください。さあ4名の方に登場していただきました。ご紹介させていただきましょう。まずはサム・ポーター・ブリッジズ役の津田健次郎さんです。津田健次郎です。皆さんようこそお越しくださいました。めちゃくちゃ楽しみにしてました。短い時間ですがぜひ楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続きましてフラジャイル役の水木奈々さんです。はい、皆さんおはようございます。もうライブ会場並みに温まってますね。一体何時起きだったんでしょうか皆さん、朝早くから本当にありがとうございます。今日短い時間ですけど盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして続いて杉田智和さんです。はい、こんにちは、杉田です。まだ何役か言えませんですが今日のステージをとても楽しみにしていました。皆さんもそうだととても幸せです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそして最後は和歌山紫音さんです。はい、
皆さんこんにちは。おはようございます。和歌山しおんです。憧れの東京ゲームショウという場にまさか役名がまだ公開されていない状態で立つことになるとは思ってもいなくて、すごいドキドキしてます。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ改めてではありますが、杉田さんと和歌山さんの役どころは、後ほどそうですね、この後、はい、紹介させていただきますので楽しみにしてください。サムかもしれません。サム。そんなことない。そんなことあるんですか？ダブル主役。はいではですね、一旦お席の方にお座りいただけますでしょうか。ここからですね、皆さんにお話をお伺いしていきます。皆さん改めて本当に皆さん勢ぞろいするとテンションが上がりますね。いやちょっと本当にもうこの僕も参加させていただけるという話を聞いてからですね、このもう豪華ラインナップに入ってしまっていいものだろうかっていうもうとても恐れ多いんですけれども、僕ももう大ファンの皆さんばっかりなのでとてももう緊張してます、はい、すごいステージに来てるなという感じがしております、はい、皆さんも聞きたいことがあればぜひともいろんなこと聞いていただければと思いますので、わかりました、はい、お願いいたします。長くならないように気をつけます、はい、さあではですね、ここから前作のデス・ストランディングについて少し振り返っていきたいと思います。さあ小島監督、2019年ということで、もう5年が5年です。早いですね、あっという間でしたけれども、当時のことを振り返っていただいて、その反響であったり、配達するゲームとかつなぐゲームなんで、賛否はあったんですけど、3ヶ月後にコロナが来まして、で世の中がデスストみたいになって、そこで評価が全然変わりました。配達の重要性とか人のつながりの大切さっていうのが皆さん分かったみたいで、僕は予言したわけじゃなくて、そうなってほしくなかったから作ったんですけど、ちょっとね、それはそれでということで、そうですね、時代にあったような感じもありましたよね、本当にね。当時は、配達人が届けると人が出てこないんですよ、ホログラムだけで。そんな配達あるんかというと、コロナでやっぱり扉の前に置いていくっていうのがあって、そこで皆さんちょっと共感したというか、制作過程に関する挑戦みたいなものはあったんでしょうか？挑戦は今までない世界観、ストーリー、ルック、ゲーム性というか、そういうのと、10年後20年でも通用するようなゲームということで、デスト作ったんですけど、ちょっと早すぎたというか、本来は今頃バーッとくる方が良かったんですけどね。もう本当に小島監督の頭の中どうなってるんだろうなというふうに感じた方も、頭の中もうぐちゃぐちゃです。61歳なんで、だいぶ穴開いてますんで、すごい、そんなんですか。さあではですね、出演者の皆さんにもお話を伺いしていきます。まず津田さん、前作振り返っていただいてご出演されていきましたけれども、いかがだったでしょう？そうですね、本当はもう5年経つんだなっていうのは、前作で初めて小島監督の作品に参加させていただいたんですけども、その規模といい、世界観の独自性といい、もういろんなことが本当に衝撃でしたね。すべての瞬間が衝撃的で、そしてそれが発売されて、世界中の皆さんに遊んでいただいてっていうのも、本当に規模のでかさ、スケールのでかさ、もういろんなことが、衝撃でしたね。だからもう本当によく覚えてます。ただもう5年も経ったんだっていうのがびっくりですけど、もう本当にあっという間ですよね。あっという間でしたね。さあ水木さんはいかがですか？私ももう5年も経ったんだっていうくらい、もうこの間収録してたような、そんな感じの、新鮮な気持ちでずっといます。それぐらいすごく衝撃的な作品で、毎度私小島監督の作品に携わるときは試練を与えられる役でフラジャイルもね、1をプレイされた方はもちろんね分かってらっしゃると思うんですけど、かなりちょっとハードな過去を持っていて、でそれをどういうふうに自分の中で解釈して演じようかなっていう。でしかもその1の時のイベントの時にはまだ秘密が全然言えない状態だったので、もどかしいなっていう状態だったなっていうのをすごく思い出します。でやっぱり恒例なんですけど、毎回ね集まって一緒に収録もさせていただいてて、でまだコロナ前ですから、すごくね皆さんとのコミュニケーションも多々取りながらだったので、本当にその収録の中の空気感がそのまま
収録落とし込めていて、すごく良かったなっていう印象です。でもやっぱり最初に監督から配達するゲームなんですよって言われた時に全然ピンとこなくて、配達どういうことなんです、戦ったりもするんですけど、戦うっていうかちょっと違うんですよね、切り口があって、なんでやっぱりそれが新しすぎて最初はなかなか本当に理解が追いつかないところもあったんですけど、本当にやっぱりコロナ禍っていうところに自分も身を置くことになって、よりもうすごいなんかもうリアルになって、その世界が、もう本当になんかよりこの物語が染みたというか、そうですね、本当に共感するところが多々あるゲームです。本当に従来のゲームの中にある冒険ともまた違う配達というのが結構斬新だったと思うんですけど、配達プラス踏破ですね、山登りとか、そこの、山上がりきってちょっとしんどかったですけど、上から景色見たらスッとするみたいな、そこなので結構今までのオープンワールドとちょっと違うシステムだったので、受け入れられるかどうかは、皆さん次第みたいな声優の皆さん次第みたいな、とこでしたけど、ありがとうございます。よく受けていただきまして、よくわからないゲームに。ね、ツイッターの DM でそう、ツイッターの DM で僕はオファーをいただいたという、本当に今っぽいオファーをいただいた感じですね。この津田さん、水木さん、さらには三上さんも、この1から2へと引き続き出演されると。そうです、ヒッグスも出てきますので、三上さんにお願いしております。またカラオケ行きましょうね。ちょっとコロナで行けてなかったんでね。そうなんですね。水木さんうますぎるんでね。三上さん全部僕の歌取っていくんですよね、うまいから。もう1番だけ歌って2番上げるみたいな。ちょっと話はつきませんけれども、ぜひともこの後ねカラオケ行っていただければと思いますが、そこから5年が経ちまして、世の中的にも時代が変わりまして、デス・ストランディング2がですね、昨年末の発表以来徐々に新情報解禁となってきています。今回のステージもこの新情報に注目されているとかいう方が多いと思いますが、デス・ストランディング2についてまずはですね、監督から現在の開発状況、そしてその内容について、話せる範囲で話していただければと思います。今その各パートをスタッフとやり取りしながらツール上でやったりしたやつが全部最初から終わりまであるんですね。30-40% ぐらいのオープンワールドなんで結構の時間遊ぶ、それを僕が朝から晩までゲームをプレイしながら実機でやりながら、バランスとか調整とかディテールを加えたりちょっと修正したり、音楽を調整したり演出を加えたりっていう作業で一番ゲーム作りで重要なところです。でなんでちょっとしばらくかかりますけど、今頑張る時期というか一番楽しい時期ですね。でここの踏ん張りでゲームの仕上がりが全く変わりますんで、それぞれ個人で結構やってたのが全部一緒になって、ゲームとしての調整をしていくっていう段階で、ちょっとストーリーを変わったりするんですよ。で声優さん終わったなと思っているとまた発注がいくというところです。で日本語音声取り出してますなんですけど、今半分もいってないですね。あ、そうですか。もうちょっとしばらくかかりますんで、途中で終わったと思ってもまた電話がかかってくると思います。ゲームの操作が変わる時があるじゃないですか。でセリフで言ってるやつ全部変えないといけないんで、本国の人も読んでやりますんで結構大変です。いや三浦さんは前作も出演されてましたけれども、今回デストランディング2、今のお話聞いてちょっと期待感などいかがですか？いやもう僕はもう本当にただのファンですので、もうトレーラーいろんな、映像を見させていただく中でもうずっとワクワクドキドキが本当に止まらないなという感じで、キャラクターもそうですし、どんなつないで世界をつないでいきながらサムが旅をして、でその先にまた何が待ち受けているのかっていうのは、本当に一ファンとしてはとても気になってます。サムの旅、誰と出会うのか、どんなキャラクターが登場するのかという。そうです。キャラクターの名前を言ってなかったと思うので、今日は名前と声優さん誰がやってるのかという、新映像がありますので、ご覧ください。ではこちらご覧ください。日本語版です。
ここが DHV マゼランの環境。羽橋部隊の司令室ね。航行中の船内はいつもこういう状態なの。彼はタールマン、医者であり地球物理学者。さらに DHV マゼランの艦長兼操縦士。彼もドゥームスなの。あそこの操縦装置がタール潮流とつながっている。だから艦内でもここだけ濃度が高いの。ようこそ、よろしくさん。このままで悪いが今は手が離せないんだ。一人でこの船？ああ、ほとんどはコンピューター任せだが。これは潜水艦？ああ、そうだ。だが水ではなくタールの中を潜る。地表下にタール潮流がある。その中を先行しているの。フラジャイル、君は？私、羽橋部隊の作戦実行のリーダーよ。君がリーダーか？そうよ。もう壊れやすい私じゃない。ほほう、その子はルーという名前なのか。ああ、サム、失礼だな。私も羽橋部隊のメンバーなんだ。はじめまして、サム。人形？え、何？人形？人形じゃない。よく見てほしい。私は生きているぞ。彼はドールマン。この人形にカーを宿しているの。ね、その名の通りね。元は霊媒師だった。ああ、肉体があった頃ね。今となっては過ぎた話だ。この姿になってからその能力が消え失せたよ。ルー、どこだ？そうご覧いただきましたが、もちろん見入ってしまいましたね。はい。さあ、まず今回キャラクター名が明かされました、タールマン。タールマン、ジョージ・ミラー監督、マッドマックスのでスキャンしまして、演技されている方は別の人なんですけど、日本語版は杉田さん、ごめんなさい、宮本さん、はい、で宮本さんは前からファンでして、いつか一緒にやりたいなということで、本当は前回ハートマンで宮本さんか宝中さんかちょっと悩んだんですけど、宝中さんに会いたかったんで宝中さんにしまして、今回宮本さんに出ていただいてます。はい、これゲーム内のタールマンの映像を見て、ミラー監督はこうどんな反応を喜んでおられましたよ。はい、これちなみに日本語ボイス宮本さんということで、演技いかがでした？どれぐらい撮ってらっしゃるというか、今の時点では3分の1ぐらいですかね。はい、これどうですか、監督から見ていや、もう宮本さんと一緒に仕事したかったんで、はい、むっちゃ嬉しい。はい、ありがとうございます。もう何の指示もしませんでした。あ、そうなんですね。もうタールマンみたいな、はい、そのまま行きましょうということで。続いてドールマンというこちら、はい、杉田さん、日本語収録こちらはすでに終えられていると思うじゃないですか。はい、終わってないです。あ、そうなんですね。もう一番多いんちゃいますから、サムの次に多いと思いますね、ドールマン。そうですか。セリフ、毎日追加してます。そうなんです。毎日追加、アップデートされてる。翻訳して、で杉田さんにも来てもらう。はい。なのでまだ終わってないです。はい。で、キャラクターはファティアキン監督で、ドイツの監督さんをモデルにして、アメリカ版はジョナサンっていう人がやってます。はい。はい。で、先ほど過ぎた話だってありますけど、はい、日本語版はもう大幅に変えておりますので、昔の60年代の日本の洋画みたいな、かなり改変しております。はい。比べて遊ばれると分かると思いますけどね。はい、杉田さんのはい、アドリブとかもあったりするんですか？そうですね。尺がやっぱりある程度決まっているので、それに対してちょっとここ足さないと持たないなっていう時にふって思いついたのが、あれなんかこれどっかで聞いたことあるぞっていうのはあるかもしれない。はい、ありますよね。ふとね、昔の現場を思い出しますよね。ありましたね。はい。
ほぼそうだって言ったりとかね、ありましたね。なのでちょっと過去作を知ってる方はそうですよ、たまにボスって言ってしまいますもん。ちょっともしかすると、でそれ採用されたりしますのであるかもしれない。ちょっとまた違った楽しみ方もねできそうですね。アキン監督に人形のキャラクタードールマンをねオファーした時の反応っていうのはいかがでした？すごい喜んでおられましたよ。ドイツ語版もやらせてくれって言ったんですけど、ちょっとスケジュール合わないので、他の方、この間人形渡してきました。ドイツの撮影現場まで行ってすごい喜んでました。そうなんですよ。これ実際のドールマンも、そうなんですね。三浦さんは2人のキャラクターご覧になっていかがだったですか？いややっぱり小島さんの作品のキャラクターって本当にいろんな角度からいろんな魅力を持ったキャラクターがそれこそこの東京ゲームショウでもたくさんの方、コスプレイヤーの方とかもねたくさんキャラクターのコスプレされている方もいらっしゃいましたけど、本当に魅力的なキャラクターたくさんいる中でまたこの2人で映像では見てて、で名前がね今日皆さん知ってっていうところでタールマンのね猫ちゃんとかもめっちゃ可愛いですし、ちょっとまだまだ謎が多分ねたくさんあると思うんで、これからもすごい情報が楽しみです。フラジャイルも過去があるじゃないですか。サムも、当然ドールマンもタールマンも過去が徐々に明らかになっていきます。不幸自慢みたいなところをしますので、それぞれのストーリーがあるということですね。さあではですね、続いて小島監督、なんとさらにキャラクターの、女性陣ちょっと紹介してなかったので、新しいキャラクター、名前出してなかった方もいるんで、それをちょっとご覧いただきたいと思います。これ日本語版です。ありがとう。私のいたところでも赤ちゃんは生まれなくて、ずっとお母さんのお腹にいた。そう、ここではね、赤ちゃんはね生まれて大きくなる、そういう世界なの。トゥモローが理解できないのも仕方ないだろう。彼女がいたのは死者の空間だ。だから子供が生まれてくることもなかったんだろう。じゃあレイニーの赤ちゃんは生まれるでしょ？いつかは生まれるはずだ。そうだろ？ごめんね。大丈夫。Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to be done Raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talk to the sun ひどい歌だ。いやー、よかっただろ。レイニーは赤ちゃんを産むお母さん。うん。早く出ておいでね。わ、ひどい歌だ。はい、ご覧いただきました。いやもうこのトゥモローも紹介しましたが、ドールマンとサムの関係値がもうなんかできてるっていうのがすごいなんか嬉しくなってきますね。トゥモローとレイニーとフラジャイルは女子ですごい仲良くなっていくんですね。でちょっと分かってしまったからサムはドールマンを連れて行くんですけど、もっちゃしんどいで帰ってきたらみんな楽しくしてるという。その対比みたいな。いいですね、その緩急というか、いや非常にいいなと思いました。さあそしてお待たせしました若山さん、お話を伺っていきます。小島監督作品初参加ということですけれども、どうでしょう、今演じていて、今まさに絶賛収録中と。もう毎回すごく緊張するんですけれども、収録現場をすごく温かく迎えていただけて、もうなんだろう、命を削ってこの
トゥモローという役を演じさせていただきたいなっていう意気込みでいつも頑張っております。どうですか監督、若山さんの姿は。僕はもうリゴリゴファンなんで、リゴリゴ見た時からもう一緒にやりたいなと。本当ですか？嬉しい。でエルさんの声どうしようかなと思ったんですけど、僕の趣味を優先させていただきます。初日で正解やったなと。すごい良かったです。初日は特にもうすごい緊張していて、もうガチガチだったんですけど、なんとかやりきれてよかったなと思います。今聞いて安心しました。さあ、そして実際にキャラクターを演じたファニングさんへのディレクションというのはいかがだったでしょうか。彼女も大女優なんですごく勘のいい方で、現場を明るくもしてくれるので、この後ちょっとすごい映像が出ますけど、楽しくやりました。でエルさんはこの間もう今のところ終わったんですけど、また追加でもしかしたらあるかもしれない。そうなんですね。さあ、そしてこのトゥモローと共に映っていらっしゃいました忽那しおりさんが演じるキャラクターとしてレイに明かされましたが、忽那さんは出るっていうのは言ってましたけど、キャラクターは初登場というか初紹介なんで、いや、どんな風に絡んでいくのかっていうのも非常に。そうですね、名前を聞いたらなんとなくどんなキャラか分かると思うんですけど、不幸自慢1位ぐらいの方ですね。でもすごい明るいキャラクターなんですよ。で最初明るいキャラクターで出てきて、過去が分かっていくと結構キュンとくる。今回レイニー役として忽那しおりさんをキャスティングした理由っていうのはどんなところにあったんですか。忽那さんのファンですけど、ハリウッドに行って、ノーマンとかレアさんと一緒に共演しないといけないので、英語がやっぱり堪能じゃないといけないので、彼女向こうでオーストラリアで育った方なんで、ネイティブの英語ができると。で皆さんとも仲良くできるのでお願いしたと。ありがとうございます。それではですね、ここでですね、忽那さんからビデオレターをいただいておりますので、こちらご覧ください。皆さんこんにちは、忽那しおりです。今回この場で私のデススト2の役が初公開になります。なのでもうずっと待っていたので本当に楽しみです。私の役はレイニーという役で、レイニーは雨を降らすんですけど、そこにもいろいろ仕掛けがあるので、楽しみにしていてください。秀夫さんとの仕事は本当に今までの過程も全てユニークで、撮影ももちろん脚本も素晴らしいですけど、今までしたことのないような撮影がすごく多くて、で共演者の皆さんも本当に仕事をしてみたいなという役者さんがもうばかりだったので、もう本当に素敵な経験をさせてもらいました。何よりこの自分の姿でゲームの中に登場するということはそうそうないので、本当に楽しみにしています。まだちょっと先になりますけど、ゲームの中で会えることになるので楽しみにしてください。バイバイ。さあ、ご覧いただきましたが、秀夫さんと呼ばれてらっしゃる秀夫さん、ご覧になっていかがですか。忽那さんはまず英語でパフォーマンスキャプチャーというのを動きながら現場で撮影して、吹き替えも日本語でされてますんで、ちょっとなんでしょうね、特殊なポジションというか、両方されてます。でもかなり楽しんで前向きに取り組んでらっしゃったようです。そうです。忽那さんもハリウッド慣れしてるので、デッドプールとかインベーションとかずっと撮影されてましたんで、なんで和気わいあいと一緒にご飯食べたりとか、非常に僕としては楽でしたけど。すごいそれがもうそのままキャラクターにも反映されているような、そんな魅力的なキャラクターになってるんでしょうね。そうですね。で今回皆さんちょっとずつぐらいみんな歌を歌うので、で忽那さんもちょっと歌いますんで、ちょっとそれは本編が楽しみですね。
さあではですね、続いて収録現場の映像があるということでですね、その様子も拝見させていただきながら皆さんで、収録時のお話などをお伺いできればと思います。こちらご覧ください。ちょっと恥ずかしい。どんな感じですかね、これ。はい、和気あいあいとっていうような雰囲気が伝わってきます。コジプロのスタジオです。はい。どんな感じですか、皆さん。はい、こんな感じでした。まさにこれ多分初日ですよね。私が収録参加させていただいた。もうバッキバキに緊張してましたね。一番若山さん、何にこう緊張したなっていうのがありますか。やはりこう吹き替えの経験というものがやっぱすごく少ないですし、しかもなんといっても、デス・ストランディング2ということで、もうそうですね、夢みたいなところだったので、それに緊張していたのもありますね。杉田さんは収録時のエピソードなどいかがですか。何か。そうですね、もうやはり小島監督のゲームは遊んで楽しいっていうそういうシンプルな感想に尽きるんですけども、そのドールマンをそれこそ使ってどんな遊び方がゲーム内でできるのかなっていうのが、で大抵想定してるものってやっぱ実装されてるんですよ。ちょっと投げてみたいと思うじゃないですか。多分投げられるんですよ。ネタバレですね。すごいネタバレになりました。はい。とは思いますけども、おそらくそう想定しているものはおそらく入っているであろうっていう、今から期待が尽きないです。はい。三浦さんはいかがですか、この現場の映像をご覧になって。いや、そうですね、なかなかこういうシーンというか見れるところもないので、皆さんがどんな感じでやられてたのかっていうのはすごく気になっていたので、だから今のこのシーンもなんかどんなシーンで、どんな絵の中で皆さんがね、最初こうちょっと笑ってるようなシーンもありましたけど、あそこがどんなシーンだったのかっていうのもすごいやっぱ気になりますよね。そうですね、もう一つ一つの映像でも本当にいろんなこうじゃないかな、こうじゃないかなっていうのが、いろいろそれを考えるのも楽しいですよね。そうですね。あとやっぱ僕も何度も行かせていただいてるんですけど、このブースというかだったりオフィスがものすごいやっぱ心地いいんですよ。やっぱその小島さんも多分いろんな方がこう来られて、やっぱその空間作りというか、そういうところも含めてその作品作りにこうつながっていくっていうところがあるんじゃないかなっていう感じはしますね。監督、改めてこのオフィスであったりとか、小島監督にお伺いしたいんですが、このオフィスであったり、やっぱり改めてこういったこの皆さんに楽しんでもらうためにっていうところもあったりするこだわりが、信頼関係に尽きると思うんですけど、俳優さんも声優さんもなんで、信頼関係を築いた上で楽しくやると、演技大変やと思いますけど、その環境をいかに作るかというところですね。実際に映像を見ながら今これは打ち合わせしているような。そうです。この日に撮るシーンをみんなで見てどうしましょうみたいな。どうですか、津田さん。はい、結構、サムなんかはかなり長丁場の収録になっていくんですけど、でもその一回一回がすごい贅沢なんですよね。本当に共演者の皆さんご一緒できますし、で毎回とっても丁寧に収録させていただいていて、例えばもう一回やりたいですって言ったら必ず監督は付き合ってくれるというか、何度でもやらせていただけたりっていう感じですね。本当に贅沢な収録だなと思ってます。津田さんは1の収録も、参加されていますけれども、1と2のこの収録現場の雰囲気の違いであったりとか、そういった部分については何か感じるものありますか。そうですね、1の時もなんていうんですか、その先のこととかあんまりわからない状態で結構撮ってたりしてて、で今回もそれはやっぱり全貌がやっぱりあんまり見えてこないんですけど、そこはもう監督スタッフさんを信じてやってる感じですね。でもなんですかね、大ベテランの
はい、方とかともワンの時は共演できて、今回はねなんか若返った感じっていうのもあったりして、はい、またスタジオがね今回違うので、そこもすごく新鮮にやらせていただいてます。はい、とっても楽しいです毎回。はい、あとはこうデス・ストランディングでいうとこうなんていうんでしょう、専門用語というか難しいワードとかも。そうですね、今回フラジャイルすいません、とんでもないです。フラジャイルはリーダーなんでいっぱい喋らないといけないんで大丈夫ですかね。頑張ってます。毎回このイントネーションアクセントで合ってますかねっていう新しい用語が僕らも分からなくて辞書引いてますからね。ああ、そうなんですね。はい、いわゆるこのオリジナルワードみたいなものもあったりして、はい、そこのアクセントがそうなんですよ。難しいですよね。漢字とカタカナがバーっと並んで、最初は特に僕の台本ルビが多いんで、どっち読むのですかみたいなのがね、はい、すいません大変な。水木さんとフォーチューさん、ハートマンとかが結構大変なことを言うので、この世に存在しない単語を勝手に作っているので。はい、そこは本当に須田さん、ワンの時も導入からプレイヤーもプレイしていて結構なんていうんでしょう、これはこうだからこうだからっていうのを考えながらやると思うんですけども、もう本当に魂を吹き込むにあたって、いろんなこと考えますか。そうですね、なんかやっぱり本当に独自世界なので、これは一体でも映像をまず収録の前に必ず見せていただいて、その日に撮る映像をで、監督はこれまだ7割しかできてないんですけどみたいな感じでおっしゃるんですけど、僕にはもう 100% できているように見えるんですが、さらにそこからまた掘り下げていく、はい、でも世界観をそこは、はい、1回見せていただいてっていう感じなので、7割6割の映像で撮ってるんですけど、はい、でそこで皆さんのちょっとエフォートというか吐息とかを入れるじゃないですか、でパフォーマンスキャプチャーの時入ってないのがあるので、今度もう一回ハリウッドの人たちにやってもらうっていう贅沢、そういうそういうことをやってます。アホかと言われてますけど今後ね何が飛んでくるのかわからないなっていうのも、ババンババンバンバンみたいなのがもしかしたら飛んでくるかもしれないなと思って楽しみにしておりますが、もうそういった部分も楽しみですし、はい、また改めて本当に皆さんで作り上げているんだなというのが感じられました。で、俳優さんともやりましたけど、もう一度日本の声優さんたちともう一度丁寧に作り直しているというか、でそれをもう一回ハリウッドの人たちにフィードバックするということです。すごいですね。ちょっと今後の収録の様子も楽しみにしております。結構だいぶ先までかかりますんで。そうですよね。まだかかるっていう感じなんですね。津田さんと杉田さんはずっとかもしれないさあここでですね、事前に皆様に告知でもお知らせしたようにですね、あと一方海外からゲストにお越しいただいております。まずはこちらご覧ください。上位ビーチ基準形確定 UB 座標 L47.37 B プラス 6.32 ハートマン、元気そうだなサム。よく来てくれた。お、久しぶりだな。調子はどうだ？このパワーアシストがあれば見てろ、いつでもどこでも安心して心停止できる。ベッドももう必要なくなった。5年ぶりだな。東京ゲームショウありがと
さあということでですね、ハートマン役のニコラス・ウィンディング・レフン監督です。こちらから皆さん拍手でお迎えください。それではレフン監督にですね、お集まりの方々、そしてですね配信をご覧の皆様にですね一言メッセージを、お願いできますでしょうか。ちょっと待てと。ありがとうございます。Hello, Tokyo. こんにちは、東京。And I love Hideo. あと監督大好きです。And there's a internet rumor going around that we are actually related by blood, but we were separated by birth. なんかインターネットの噂では我々は生き別れた兄弟だなんて言われてるんですけど。まあ非常に本当に仲の良さがねもう伺えるんですが、ハートマンは DS1 ですごい人気のキャラクターだったんで、今回もやっぱり出てもらおうということで、でニコラスもハートマン気に入ってるみたいなんで、で結構バージョンアップをしてます。心臓がもう飛び出してまして結構大変なことに、不幸自慢参加してますんで、楽しみにしてくださいね。結構こうレフン監督とは、小島さん久しぶりにお会いする。2日前にご飯行きました。もうそうなんですね、そんな直近で。しょっちゅう毎日メールが来ますんで。これどんなお話をされるんですか。ほとんど絵です。写真と音楽、ほとんど文字ないですね。こんなビデオを買ったとか、自慢をお互いし合うというか。でも本当にお互いのそのクリエイティビティというかそういった部分を刺激し合っているような。そうです。実際あってもこういうこと考えてるとかこんなことしようとしてるとかそういう話ですね。ありがとうございます。さあではですね、レフン監督はいかがでしょうかね。改めて生き別れた兄弟なんていうような話もありましたけれども、どんな会話をする時が小島監督と楽しいですか。Hideo is crazy. とにかく監督はぶっ飛んでると。And he has the craziest ideas. And I always thought I was crazy, but he's crazier. So we're very good at coming up with crazy ideas. And we talk a lot about philosophy, and we talk about family, and we talk about the future, and we talk about love. And what more could you want in another human being? And in the end of the day, we look alike. So it's like talking to my twin. とにかく監督はクレイジーだ。俺自分自身がクレイジーだと思ったけど監督の方がもっとクレイジーなんでぶっ飛んでるんでそれで話すのが楽しい。心理的なことを話したり哲学のことを話したり家族のことを話したり将来のことを話したり愛について語ったりそれ以上に人間関係もっと深くなるなんてことはないだろう。それに俺らほら似てるし。なるほど。監督いかがですか。いや一番仲いいと思いますね。彼とは。Me too. 俺もそうなんだ。ありがとうございます。本当に素晴らしい関係値が見えました。さあ最後にですね、レフンさんからですね、デスストランディング2への期待することなどを聞かせていただいてよろしいでしょうか。The great thing about working with Hideo is that it's like Christmas. You never know until you play.
監督と仕事すると面白いのはプレーするまで、まるでクリスマスみたいにプレーするまで一体どうなってるか分かんないことだ。But I'll give you a little bit of hint. ちょっとヒントをじゃあここで。It's going to be magnificently crazy. すげえぶっ飛んでるぜ。ありがとうございます。本当に素晴らしいコメントだったというふうに思います。改めましてハートマン役ニコラス・ウィンディング・レフン監督でした。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。いや非常に監督いいですね。こう友人関係とこの関係値が。はいはい。はい、ちょっと照れてらっしゃいますか。いや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 。さあではですね、レフン監督にもコメントいただいたところでですね、ここでまた新たなちょっとゲームのシーンをお見せしたいんですけど、歩いてるシーンとか見せても面白くないと思うので、フォトモードというのはついてますけど、それとは違うゲームの中でインスタントカメラを使うイベントがありまして、何回でも撮り直しができて、その結果がちょっとストーリーに関わるのをちょっとこれハリウッドの無駄遣いと言われてるんですけど、ちょっとご覧ください。ちょっと音が。これカメラをこう向けるとポーズを取ってくれる。そうです。目線もこっち向きます。リアルタイムなんで。でこのマゼラン号の中自分で選べるんですよ。どこで撮るとかも今回は3つしか持ってきてませんけど、でこの何回でも撮り直せますけど、この写真がちょっとストーリーに関係します。そうなんですね。ストーリーにも影響が出てくるような。これはロスで撮ってるんで、1日ぐらいかかってるんでレアさんが弾けすぎですよね。レアさんすごいですよねレアさんダンスが大好きな方で、マイケル・ジャクソンを子供の時にコピーしてたんで、むちゃくちゃうまいです。はい、これフォトモードとは別のゲームの中のやつですね。はい。ちょっとシーンとしてますけどね、大丈夫ですかね。はい。でもこのできた写真の質感がね、こうやって撮れます。で壁に貼ったりできますんで、得点が出るんですよ。こっち向いてるとか目が閉じてるとか、そういうのでシャッターチャンスを自分でちゃんとで何回も撮り直しができます。うちのスタッフはこればっかりやってます。そうなんです。こればっかりやってるゲームチェックセットこればっかりやってますはい。それこそ本当に瞬きの瞬間にこう撮ってしまうと減点だったりとか、減点でも使えるんですけど、よくありますよ。目を閉じてるからもう一回とか、でちょっと顔がこうとかで一人だけにズームしたりもできますので、本筋とちょっと離れますけど、非常に楽しそうなモードだなというふうに思いますが、三浦さんはいかがでしょう。いややっぱキャラクターもそうですけど、やっぱ小島さんがこう発表されるものっていうのはやっぱ謎がどこか残るところがあるので、これを今見てこれが一体どういうふうにこのデススト2の中に出てきて、さらには先ほどストーリーにも少し関係してくるこれね、皆さんちゃんと撮っといた方がいいですよ。いやだからちょっと後悔するかもしれない。いやデスストでもね、いろいろやっぱそういう伏線じゃないですけれども、あれがこうなってたんだとか、あのミッションやっておくべきだったとか、いろいろあるじゃないですか。やっぱそういう中の一つっていうことなんですかね。ちょっとわからないですけど、なのですごくその謎の部分も含めてなんかすごいモードだなっていう。ダンス皆さんすごい素敵でしたね。であとやっぱりこの着てる洋服、これはなんていうんですか、コスチューム的なものなんですかね。これすごくかっこいいな。これがですね、アクロニウムさんとのコラボの服なんですよ。そういうことなんですね。これいいですよね。これなんか実際着てみたりとかしたいなって、すごい素敵な洋服だなと思いました。実際に着てみたいということでですね、そう言うと思いまして、ぜひ着ていただきべくですね、今日はですねデザイナーのエロルソン・ヒューさんにも急遽
お越しいただいておりますのでご登場いただきましょう。では皆さん拍手でお迎えください。これはいや配達してきていただきました。わあすごい。この中に実際のものがあるんでしょうか。おおすごい。かっこいいですね。今のすごいこれをかっこいい。これいやこれは今水木さんが着てらっしゃるのが、実際にゲーム内でフラジャイルも着てるやつですね。いやこれ素敵な衣装ですよね。すごいかっこいいです。さあ皆さんに着ていただきました。なんとですね、ゲーム内にとどまらずですね、リアルプロダクトとしても今回販売することが決定したと。はい、これそのものです。はい。かっこいい。はい。2色ありますので。非常にかっこいいですね。今回今日のもう12時頃にはい。販売が開始。スタート。はい。この後ってことですか。この後。もうだからあと1時間ちょっとで販売がスタートということになります。大変ですね。情報については詳しくは小島プロダクション公式の X をご確認ください。いやもう大地さんもバリバリ似合ってますね。やっぱ言ってみるもんですね。着たいですというふうに、はい。いやすごいかっこいいですね。これ黒もあるんですね。黄色と黒と2色。そしてとってもあったかいです。はい。そうなんですね。こう脱いだ時はこう背負えるようになってるんですね。かっこいい。一つ一つのディティールがやっぱすごいですよね。かっこいいですよね。クオリティともう本当に細やかに作られているなという感じがします。さあせっかくですので今回はですね先ほど写真撮影イベントとしてですね、紹介させていただきましたが、皆さんで、写真を撮っていこうかなというふうに思います。では中央にですねカメラマンさんがこちらにいらっしゃいますので、先ほどの、映像のようにぜひともポーズを取っていただければと思います。ではぎゅっと寄っていただいてノリノリでお願いします。若山さんいいですよ。いいですね。皆さん笑顔が素敵です。ありがとうございます。若山さん実際に着てみていかがでした？すごいあったかいんです。本当に着心地が良くてずっと着てたくなりますね。これは本当に素敵。もうこれからの時期もね、もうずっとこう春まで着てたくなっちゃう。もうこれからまさにぴったりなのでぜひお手に取っていただきたいなと思います。杉田さんいかがですか？もう作品のグッズの域を超えたもう規格外の存在です。本当に素晴らしいですね。はい。津田さんいかがでしょう？本当になんかめちゃくちゃ細かいくこだわってて、はい。もともとねコジプロさんのグッズって本当に素敵なのが多いですけど、ちなみにこのジャージもデススト、これもデスストジャージです。ね、可愛いです。はい。今日はもう全身です。そうですね、もう全身、靴下もです。僕。靴下もです。靴下も。監督も靴下。このヒッグスの靴下です。はい。はい。ヒッグスの。そうなんです。はい。水木さんはいかがですか？かなりお似合いですけれども。そうなんかすごく軽くて本当あったかくて機能性もデザインも優れてるから普通にこれもらえないかなもらえないかなと思ったりしてますとか言って買いますちゃんと。ありがとうございます。さあではですね最後にですね今回のデザイナーのエロルソンさんからメッセージをいただきたいと思います。Greetings, everyone. We spent a lot of time working together with Hideo and Yoji to make this jacket, both in the game and in real life. And I hope you can enjoy it in the narrative, in the story, as well as in the story of your own lives. Thank you.
はい、皆さん、これ作るのに監督と、新海洋士と時間をかけてゲームの中のデザインも実際のもののデザインも作り上げたので、皆さんもゲームで体験して、あと実際皆さん購入していただいて自分の人生にも添えていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。アクロニウムのデザイナーエロルヒューさんでした。ありがとうございました。さあ、ではですね、まだまだ情報が盛りだくさんでお送りさせていただくということでですね、かなりいい時間にはなってきているんですが、初出しのゲームの映像があると。サムが、マゼラン号の中にプライベートルームっていうのは今回あるんですね。でそこで、あることをするともうイベントが起こります。でリアルタイムでカメラぐるぐる360度回せるという操作ができると。はい、ちょっと見てみましょうか、先にね。こちらご覧ください。足元に散らばる言葉、拾い集めつなぎ合わせた、何か意味のある文章になるんじゃないかと、そう思い人生を捧げた。朝も夜も太陽に焼かれて踊りましょう。傷ついたら眠りましょう。傘がないと嘆く暇はない。雨に打たれ歌いましょう。さあ目を覚まして、遥か新天地へ。ということで登場されてました三浦さん、いかがですか。もうここまでずっとドキドキしてました今回、前作デスストの時にはですね、プレッパーという形でちょっとミュージシャン、そうですね、ミュージシャンという形で少しだけ参加させていただいたんですけど、今回はなんとドールマンと一緒に踊らせていただけると。でこの楽曲とあと振り付けとこのデススト2のために作らせて、パフォーマンスキャプチャーもやりましたんで、なので今楽曲流れましたけど、今世界初で流れました。三浦大知で出てますデスストの世界に、で世界で三浦大知というミュージシャンがいて、ドールマンたちが大ファンなんで、そこから先は言えませんけど、ちょっとストーリーにも関わるんですけど。なるほど。そうなんです。ちょっと今回はこんな素敵な機会をいただけるということだったんで、ちょっと歌詞だったりそういうものに合わせながらデスストの中の自分の好きな動き、例えばルーがね指をくわえてチュッてやる動きだったり、あと傘って言ってるところ、やっぱ傘はやっぱフラジャイルのイメージがとてもあるので、肩から針が飛び出るような振り付けにしてみたり、あとオドラデックがね最後カチカチカチというなんかそういうダンスにもデスストの要素みたいなのを入れながら作れたらいいなと思って今回は作らせて、これ360度自由に回せますんで、振りを皆さんこれで覚えられます。さあ杉田さんも覚えて踊っていただけそうですね。今なんて言いました？失礼しました。よく聞こえなかったんです。失礼しました。で間接的に一緒にコラボさせていただいたような気分に今なってます。さあただ映像内で拝見させていただきましたが、実際にもちょっと見たいなという気持ちもあるんですが、これなんかどうやらですね、ちょっと生パフォーマンスさせていただいてもいいということで。やった。そうなんです。なのでちょっと楽曲もフルで初めて出ますし、パフォーマンスも初めてということで、ちょっとここで今から1曲パフォーマンスさせていただけたらというふうに思っております。
やった。もう三浦大知さんの歌とダンスの生パフォーマンスが最後に見られるということになりましたので、それではですね、三浦さんは一旦ですねスタンバイのためにステージ裏へお願いいたします。わかりました。すみません。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、少しステージ転換も、ございますので、ゲストの皆さんも一旦ちょっとお立ちになられてですね、小島監督からですねスタンバイの時間にですね、三浦さんのキャプチャー収録の映像をですね、もうこれ2年ぐらいかかってまして、2年、はい、で一緒に何かやりましょうかっていうので、まあ、曲作りから踊りとか、あと、まあ、ここからちょっと出ますけど、まずスキャンをしました。でこれは服装のもうデザインをしていただきまして、服装を作って、でこれはちょっとテストショットですね。まさにそのゲーム内に出ていた、はいはい、なんで、最初は、まあ、大地さんだけ撮って、今度服装デザインをして服装を撮ってます。でこの後歌と踊りとで踊りができた時でパフォーマンスキャプチャーというのがちょっと出ますけど、結構かれこれ2年ぐらいですね、はい、ちょっとじっくり。これはですね、服の布のシミュレーションをやらないとリアルタイムなんで処理がすごい重いんですよ。で三浦さんにまず踊っていただいて、ちょっと揺れすぎとかでなればデザインを変えるという。すごい。でこれはもうあれですね、結構前ですけど、パフォーマンスキャプチャーをダンサーの方も来ていただいて収録するとこですね。はい、ここまでしないと360度どこからでも見られるという映像にはならない。360度どこからでも見える振り付けを作っていただいたんで、下からも見えるんで、はい、下からっていうのがすごいですよね。そうですね、はい、これはリハの時ですけど、はい、今日ダンサーの方も来ていただいてるんで、4人で踊りましたけど、ここちょっと狭いので今日はダンサーの方2人です。いやもう本当に何日もかけてというか何ヶ月もかけてみたいな感じなんですか。収録は1日ですけど、まあ、それまでリハとか、まあ、何回もフィードバックをさせていただいて、ですごくいい曲が出来上がったので、はい、そうですね。今回、書き下ろしということで、楽曲に関しても、はい、皆さんぜひこのね TikTok とかでこれ踊っていただいて、確かに、ね、流行りそうですね。はい、いやー、ということでご覧いただきましたが、このダンサーの皆さんも本当にこの1日で全部収録しなきゃいけないっていうところになると、リハは何回もやりました、別のところで。いやなかなかすごい大変な、いろんな場面を、経て完成したんだなというところが感じられました。ではですね、ここで三浦さんのスタンバイが OK ということになりましたので、一度ですね、皆さんはステージ裏の方にお願いいたします。ではこちらからお願いいたします。さあ、それでは紹介させていただきましょうか。改めまして三浦大知さんによる東京ゲームショウスペシャルパフォーマンスです。足元に散らばる言葉を、拾い集めつなぎ合わせた、何か意味のある文章になるんじゃないかと、そう思い人生を捧げた。朝も夜も太陽に焼かれて踊りましょう。傷ついたら眠りましょう。傘がないと嘆く暇はない。雨に打たれ歌いましょう。さあ目を覚まして遥か新天地へ
半分残りは明日の希望に目に涙一筋右手で日差しを作るふりして視界を塞いだなぜみんなないものねだりあるもの腐らせてしまう One, two, three 太陽に焼かれて踊りましょう傷ついたら眠りましょう傘がないと嘆く暇はない雨に打たれ歌いましょうさあ目を覚ましてSinging out down, blazing that dance A twilight's growing race our dress When shadows fall down into the light Our flies on cause our dreams is alive Our dreams is alive Oh, 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 oh Dreams is alive新天地へ足元に散らばる言葉 oh, 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 oh. 拾い集めて、今日も日が暮れる Thank you ありがとうございましたさあということで三浦さんそして慎吾岡本さんケロさんのスペシャルパフォーマンスでした。改めてもうはける時にちょっと生で見たいねっていうことで表で見たいはいおっしゃっていましたが実際いかがでしょうかこの盛り上がりとパフォーマンス見て。いやもうね2年かかりましたけどよかったですよ。はい多分世界中で愛されると思うので。そうですねこの楽曲に関してはただいまパフォーマンスいただきました「ホライゾンドリーマー」本日、30日0時より配信が開始されます、クラシック、こちらをねご覧の場所で配信開始されますのでぜひとも聴いていただきたいというふうに思います。津田さん楽曲いかがでした？いやーかっこいいですね。なんであれを生で歌って踊れる息も上がらんしも信じられないですね。本当にすごいです、いやいいですねかっこよかったです、杉田さんはどう、踊りたくなりましたか？不可能だと思います。なのでどうもありがとうございます。いや素晴らしい。すみませんありがとうございます。すみませんありがとうございます。もうこんなスペシャルなステージでお時間をいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ここ初パフォーマンスということになったと思いますが、そうですもう本当にこの日をドキドキとワクワクととっても楽しみにしていて、もう大好きな小島さんと一緒により深くものづくりをさせていただけたっていうのは本当に自分の人生の中でとっても大きな経験になったので、これからまだまだちょっと丁寧に小島さんのように周りのなんていうんですかね、信頼を築きながら愛されていくものづくりっていうのを自分自身もまだまだですけどやっていかなきゃいけないなと、なんかそんなことを小島さんそばで教えていただきながら制作させていただきました。とても光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。実際に皆さんゲーム内でもねこのパフォーマンス見ていただきたいですね。いやそうですね、もうちょっとあれがね、イベントとして見れるようになっているのでぜひ何度も見て何度も
杉田さんを踊らせていただけありがとうございます。いただけるとはい嬉しいなというふうに思います。ぜひまだありますよね、秘密がね。そうですね、いろいろあるんですけど、そうなんです。で実はさっき写真っていうか出てましたけど、ジャケットもデスストのこう映像と、そうなんですよ、真ん中に実はねサムが歩いてます。そうなんです、いたりして、だからこんなこともなんか自分の楽曲でこうやってコラボさせていただけるんだなってとても光栄に思っておりますので、今日夜から聴けますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらというふうに思います。皆さんよろしくお願いします。さあ、このプレイステーションプレゼンツデスストランディング2スペシャルステージ、ここでエンディングのお時間となりました。最後にですね、小島プロダクションよりお知らせがございます。まずはパルコの展示会開催の決定です。さあ、小島監督、今年デススト5周年ということで、それを記念した11月で5周年なんで、ちょっと何かしましょうということで、パルコさん協力のもとに、やることになりましたんで、ここでもグッズ売りますんで、皆さん来てくださいね。そうですね、あそこにちゃんとパルコって書いてあるんですね。あれがあるわけじゃないんですけど、パルコさんに行くとやってます。11月8日に渋谷、そしてその後に名古屋、さらには大阪と巡回していきますので、ぜひとも皆さん続報を楽しみにしていてください。さあ、そして続いてこちらです。 TBS ラジオが10月2日からスタートします。通勤通学中の10分、仕事中の10分、大好きな人との10分、一人で過ごす10分、眠れない夜の10分、危機一髪の10分。あなたはどんな10分間にしたいですか？古事樹小島秀夫の最高の10分間にしよう。これアトロクアフタージャンクション2さんの番組の中の最後の10分をいただいておりますんで、10分しかないんで、僕が喋ってるとすぐ終わってしまいますけど、そういう番組です。キッコさんにもちょっとナレーションお願いしましたんで、今まさにキッコさんがナレーションされていたと、来月からスタートしますので、非常に楽しみに、こちらもですね10月2日ということで、もう間もなくですね、あともう3日4日、そうですね、23時5分から TBS ラジオをぜひ聞いてみてください。ご自重これご自身で決められたんですか？ご自重で皆さん覚えてください。自由と自由とかいっぱいあるんです、意味が。なるほど、ありがとうございます。 TBS ラジオで10月2日からです。さあ、ということでデスストランディング5周年アニバーサリー、そしてデスストランディング2と小島プロダクションの進撃は止まりません。皆さんぜひとも今後にも大いにご期待ください。それではですね、最後に皆さんからデスストランディング2を心待ちにしているファンの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。それではまずは三浦さんからお願いしてよろしいでしょうか。本日は、こんな豪華なステージに参加させていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に僕もただのファンですので、今日発表になったトレーラーだったりいろんな映像を見ながらデススト2に向けて妄想を膨らまして、思いっきりワクワクドキドキしながらリリースを楽しみにしたいというふうに思っております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。三浦大知さんでした。さあ、続いて杉田さん。そうですね、ゲームが発売するまで、こういう遊び方ができる、楽しみだなって考えている時間が一番楽しいっていう人いるんですけども、容易に超えてくると思います。発売までぜひとも皆さんじらされながらムービーを見たりしながら期待を胸に膨らませてください。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。杉田智和さんでした。さあ、続いて若山さん。本日はお越しいただき本当にありがとうございました。最初の方はね、ちゃんと出演者としてお話ししなければとちゃんとね気を引き締めていたんですけど、途中からもう完全にファンの一人として楽しませていただいたステージでした。もう新しい情報もね、初めて見るものもたくさんあって鳥肌が止まらなくて、本当に早くプレイしたいなと思う気持ちが強いので、私と一緒に発売を楽しみにしていましょう。これからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました。若山志音さんでした。ありがとうございました。さあ、続いて水木さん。
はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。私たちもまだ収録が3分の1くらいということで、この先の展開を知らないところが多々あります。きっとここからいろんなサプライズが仕掛けられているんだろうなと、すごくそのシナリオを手にするのを楽しみにしています。でもこの3分の1の時点でも本当にこんなということが多々あり、そして今日も見ていただいたように、そのメインのシナリオ以外の部分にも遊べる部分がたくさんあり、今日もまだ言えてないような仕掛けが本当にたくさんあるんです。音楽の部分とかもおーっていう、なので本当にこうもう一日中というか何日にわたってこのゲームは遊び尽くせるんだろうというような要素が満載になってますので、皆さんぜひ、デスト2が発売された時にはデスト2休暇を取っていただくくらいの勢いで、楽しみにしていただけたらなと思います。引き続きよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。水木奈々さんでした。さあ、そして津田さん。はい、本日は会場の、お越しの皆さん本当にありがとうございました。あと配信でご覧の世界中の皆さんありがとうございました。そうですね、デススト1から、参加させていただいてまして、本当に、衝撃と、感動の連続で、こういう作品に、参加させていただいて光栄だなと思っておりまして、さらにですね、デススト2にもですね引き続き参加させていただいていて、本当に光栄です。毎日、収録のたびに感動と、驚きがあふれております。ゲームでですね、なんかこう世界を変えているのではないかと思われる、そういうデスストランディングという作品が、コロナ禍を経てですね、世界が変わった中でまた新しいものが作られていくんだなっていうのがなんかこう収録のたびに感じてます。まあ僕の中ではまだ3分の1で、まだ全貌が全く分からなくて、監督からいろいろ説明していただくんですけど、本当にたまに監督は何を言ってるのか全く分からない瞬間とかもあるんですが、それはきっと、発売されると僕もですね、ああこういうことだったのかと、感動が生まれるんじゃないかなと思っています。監督、そしてですね、監督の周りに集まっていらっしゃる本当にエキスパートの、スタッフの皆さん、そして、世界各国の俳優さんが集まって、そしてここからまた日本のですね、声優の僕らがですね、参加させていただいて、新しい世界が広がっていくんだなと思って、僕自身も本当に楽しみにしています。皆さんもぜひ楽しみに待っていただけたらと思っております。本当に本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。須田健次郎さんでした。さあ、そして最後になりました小島監督から世界中の皆さんに向けて一言お願いします。今日朝早くからありがとうございます。ちょっと入れなかった方もいるかもしれませんけど、あと、配信をご覧の世界中の皆さんありがとうございます。今回ちょっと5年ぶりの TGS のステージということで、ちょっと日本っぽい日本向けの、ステージになりましたけど、そこをご了承いただいてですね、楽しんでいただけるかなと思います。今日発売日言ってませんけど、発売日は当然決まってます、計画的に。でそこに向けて今制作をしておりますけども、ちょっと発売のタイミングというのはいろいろありまして、2025年というのを言ってますので、来年には出ますので、来年の、ある時期に発表させていただきます。今日はちょっと、事情がありますとできませんけど、なんで、最初に言いましたけど、今ゲームを組み上げているところなので、まだ完成はしてませんけども、僕はすごい手応えを感じてまして、デススト2以上、デススト1以上に変なゲームになっておりますのでいい意味で、ちょっとこんなゲームがあるかなみたいな感じでやってます。で今日はですね、デスストっていうのはつながりを、体感するゲームとして作りました。ゲームのシステムとしては、ネットで、実際に対戦が多い中、ちょっと緩いつながりという
のを、テーマにしたゲームなんですけども、コロナ禍がありましてみんなリモートとかメタとかあって、僕はやっぱり人のつながりって直接こういうふうに皆さん集まって顔を見て同じ空気を吸って、そこの世界観を持って帰るっていうのが本当のコミュニケーションだと思ってましたので、ソニーさん今回ブースを出されるということなんで、そこで5年ぶりのステージをさせていただきました。なんで、本当のこの皆さんとのつながりで、そのつながったものを世界に配信して皆さんともう一度つながるみたいな、そういう、ステージを、やったんですよね。でそこはもう一度皆さん体感してもらったと思うので、ぜひ来年もこういうステージをできればと思ってますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。来年も楽しみにしております。最後は小島秀夫監督でした。さあ改めまして会場にお集まりの皆さん、そして配信をご覧の皆さん、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今後の最新情報にもぜひご注目ください。デスストランディング2スペシャルステージは以上とさせていただきます。またいつかお会いしましょう。それでは皆さんありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。